はフルーツスコップケーキを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はフルーツスコップケーキを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、フルーツをふんだんに使った見た目も華やかな美味しいスコップケーキを作っていきたいと思います。スポンジケーキの作り方もね、とてもシンプルで簡単に作ることができます。要所要所作り方にポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにスポンジケーキの材料からご紹介します。材料はこちらです。薄力粉、卵、グラニュー糖、牛乳、無塩バター。こちらの5つの材料でスポンジケーキを作っていきます。まず今回ね、お砂糖はグラニュー糖を使っていきます。こちらのグラニュー糖は白砂糖でも OK です。そしてバターはですね、こちらは無塩バターを使用するようにしてください。それでは続いてトッピングの材料をご紹介します。材料はこちらです。生クリーム、グラニュー糖、いちご、さくらんぼ、ブルーベリー、キウイ、ピンクグレープフルーツ、バナナ、桃の缶詰、そして最後に粉糖を使っていきます。ということで今回はこちらの材料で作っていきます。まず生クリームはグラニュー糖でね、甘みをつけていきます。こちらはお好みのお砂糖を使っていただいて OK です。そしてフルーツはね、結構今回たくさん使っていきたいと思います。季節によってね、さくらんぼとかいちごとかはね、ない時もありますので、フルーツはお好みのものを使用してください。そして今回はこちらの型を使用していきます。こちら 15cm×22cm のホーローの容器を使っていきます。ここにですね、最終的に仕上げていくんですが、スポンジケーキもこちらのバットを使って焼いていきたいと思います。こちらはですね、こういったホーローじゃなくても耐熱の容器だったら何でも大丈夫です。中にはですね、このようにクッキングシートまたはオーブンシートを切って、そしてね、中に敷き込んでおいてください。こんな感じです。で、こちらはですね、必ず生地を作る前に準備しておきましょう。それではスポンジ生地を作っていきます。まずね、耐熱のボウルにバターを入れます。そしてここに牛乳を加えましょう。加えたらこちらを電子レンジ 600W で30秒加熱します。はい、30秒加熱しました。そしたらまだね、バターの塊があるので、よく混ぜてバターを溶かしてください。はい、OK です。このようにバターと牛乳は温めておきましょう。それでは続いて卵を泡立てていきます。このタイミングでオーブンを160度に予熱し始めてください。ボウルに卵を割り入れます。で、今回は全卵で泡立てていきます。まず何も入れない状態で一度ね、ハンドミキサーの羽を使って卵を溶きほぐします。はい、OK です。軽く溶きほぐしたら、ここにグラニュー糖を加えます。全部一度に入れちゃって OK です。入れたらね、手早く混ぜましょう。グラニュー糖はね、卵の水分を吸ってしまうので、加えたらすぐにね、一度混ぜるようにしてください。そしたら60度前後のお湯を用意してください。そしてここにボウルを置いて、湯煎に当てながら泡立てていきます。そうするとね、泡立ちが良くなります。それではまずハンドミキサーの高速で3分泡立てます。はい、今ね、3分間泡立てました。そうするとね、このようにふわっとしたもったりとした生地になります。落ちた生地の筋がこのようにくっきり出て、ゆっくりと筋が消えるぐらいですね。そのぐらいになるまで泡立ててください。最後はね、低速で泡立ててキメを整えていきます。ハンドミキサーの低速で2分泡立てます。はい、OK です。最後ね、しっかり低速で泡立てていただくことで、ツヤが出てさらにキメが綺麗に整います。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラーとつながって流れ落ちて、その流れ落ちた部分がゆっくり消えるぐらいですね。このぐらいね、ふわっとするまでしっかりと泡立ててください。そしたら湯煎から外します。では続いてここに薄力粉をふるって加えます。薄力粉は必ずふるって加えるようにしてください。そしてゴムベラに持ち替えてふわっと混ぜていきます。下から生地を持ち上げるようにくるっとね、ゴムベラとボールを回転させながら混ぜてください。
はい、こんな感じで薄力粉のダマができないようにふわっと混ぜてください。それではここに溶かしておいた牛乳とバターを加えます。入れる前にちょっとねかき混ぜて、そしてこの中に入れましょう。もしねこの時牛乳がねすごく冷たくなってしまった時は、軽くね電子レンジで温めてから加えてください。では回し入れます。はい、で入れたらね手早く混ぜましょう。こちらもふわっと混ぜていきます。はい、このように混ぜてください。生地の硬さはこのぐらいです。タラタラタラと生地がつながって流れ落ちて、落ちたこの筋の部分がゆっくり消えるぐらいですね。そのぐらいの硬さになります。はい、それでは用意しておいた型に生地を流し入れます。生地を入れたら少し高いところから 2,3 回落とします。そして中の気泡を抜いてください。それではこちらを160度に予熱したオーブンで25分焼いていきます。はい、美味しそうに焼き上がりました。それでは一度高いところから落とします。そうすることで熱い蒸気が一気に抜けて焼けしぼみを防ぐことができます。こちらのケーキはですね、焼いたらすぐに一度型から取り出してください。でこの時ねやけどしないように注意してください。よいしょ。そしたらねこの表面に出てるこの長い部分ですね、これを切ります。で切ったらですねこのスポンジを裏側にします。よいしょ。そしてこのまま粗熱を取ります。スポンジは先ほどの向きにして粗熱を取ってしまうと下の生地の部分が詰まってしまうので、このように逆さにして粗熱を取りましょう。ではこのままね粗熱を取っていきます。それでは続いてフルーツを切っていきます。まずいちごですね。いちごはヘタを切り落とします。そして縦4等分に切ります。いちごに関しましては大きさとかもありますので、お好みの切り方で切ってください。では残りも同じように切っていきます。はい、続いてピンクグレープフルーツを切っていきます。こちらはまず皮ごと切ります。そしてまた半分に切ります。で4等分にしたらさらに半分にします。半分にしたらパタッと寝かせて、この中心部のねちょっとモソモソしたところを切り落とします。そして実の部分を取ります。そしたらこちらを半分に切ります。はい、こんな感じです。ピンクグレープフルーツはこのように切っていきます。こちらもお好みの切り方で OK です。では残りもね同じように切っていきます。であとはねそぎ取ったらこれをまたスライスして、こんな感じで薄い三日月型にしていただいてもいいかなと思います。続いてキウイです。まずヘタを切り落とします。このようにぐるぐるぐるっと切り落とします。であとはね縦に皮を剥いていきましょう。でそしたらキウイはですね、まず半分に切って、そしてまた半分に切ります。これをだいたい3等分ぐらいにしていきましょう。ちょっとゴロゴロっとした感じですね。もうちょっとちっちゃくしていただいても OK です。3等分から4等分ぐらいがいいかなと思います。キウイはこのように切りました。こちらもお好みの切り方をしてください。続いてさくらんぼです。さくらんぼは洗ってしっかり水分を拭き取って、あとはねこのヘタを取っておきます。さくらんぼはこのようにヘタを取っておきましょう。続いて桃の缶詰です。桃の缶詰はですね、今回黄桃を使っていきます。こちらは適当にね切っていきます。食べやすい大きさに切っていただくといいかなと思います。今回は4等分にして2等分から3等分にしていきます。こんな感じです。黄桃はこのように切っておきます。はい、続いてバナナです。バナナは皮を剥きます。そして輪切りにしていきます。だいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、そしてバナナはですね変色しやすいので、ここにねレモン汁をかけておきます。こちら分量外です。これをね絡めましょう。はい、バナナはこれで OK です。それでは続いて生クリームを泡立てていきます。まず氷水にボウルを当てて、その中に生クリームを入れます。そしてグラニュー糖を入れましょう。こちらをですね7分から8分立てぐらいまで泡立てていきます。はい、OK です。このように角が立つまで泡立ててください。それではね、こちらの生クリームは絞り袋に入れていきます。口金はつけなくて OK です。ではこの中に入れていきます。生クリームの甘さもね、お好みで調整してみてください。はい、生クリームの準備はこれで OK です。
それではね、スポンジがしっかり冷めたので今から切っていきます。まずね、オーブンシートを剥がしましょう。すっごくふわっふわにできてます。そしたらね、これを半分にスライスしていきます。大体で大丈夫です。はい、このようにスライスしてください。それでは盛り付けしていきます。まずこちらの容器の中にスポンジを敷き詰めます。そしたらね、この生クリームの口を切ります。よいしょ。そしてまずね、生クリームを絞りましょう。そしてヘラを使って伸ばしていきます。はい、このように伸ばしてください。そしたらここにフルーツを並べていきます。お好みのね、フルーツを入れていただいて OK です。で、今回私はね、バナナとイチゴを間に挟みたいと思います。こうやって並べなくてもね、ゴロゴロっとフルーツを入れていただいてもいいかなと思います。はい、こんな感じで並べました。そうしましたらまたね、上からクリームを絞ります。そして伸ばしましょう。上にスポンジをのせます。よいしょ。軽く押さえましょう。そしてまた生クリームを絞ります。そして全体に広げていきます。はい、OK です。このように平らにしてください。あとはね、ここにフルーツをトッピングしていきます。このトッピングのやり方はお好みでやってみてください。では適当にね、のせていきます。フルーツに水分があった時は水分は拭き取ってください。ちょっとランダムにね、置いていきたいと思います。特にグレープフルーツとかは水っぽいので、一度ね、キッチンペーパーで水分を拭き取ってのせていただくといいかなと思います。あとブルーベリーもね、しっかりと水分を拭き取ってください。で、あと黄桃ものせていきます。本当にランダムな感じでのせていただくといいかなと思います。はい、このようにたっぷりフルーツを盛りました。それでは最後ね、仕上げに粉糖をかけます。はい、これで完成です。はい、これでフルーツたっぷりスコップケーキの完成です。こんな感じに仕上がりました。このようにたっぷりフルーツも入って美味しそうに仕上がってます。では、すくいたいと思います。はい、中身はこんな感じになってます。スポンジもふわふわで美味しそうに仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。もうスポンジがふわふわですね。美味しい。そしてね、フルーツがとにかくたっぷり入ってて食べ応え抜群です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のフルーツスコップケーキのポイントです。まずスポンジ生地を作る時のポイントなんですけれども、卵は全卵で泡立てました。全卵で泡立てる時はちょっと泡立ちにくいので、湯煎に当てながら泡立てるようにしてください。そうするととても泡立ちが良くなります。そして泡立てた後はですね、最後は低速できめの細かい泡になるまでしっかりと混ぜるようにしてください。その後ですね、泡立てた卵にいろいろ材料を加えるんですけれども、材料を加えたらその都度ね、しっかりめに混ぜるんですが、ここで混ぜすぎてしまうと膨らみにくくなってしまいますので、混ぜすぎには注意してふわっと混ぜるようにしてください。そしてスポンジを焼き上がった後なんですけれども、こちらをですね、焼き上がったら逆さまにして粗熱を取って冷ますようにしてください。そのまま冷ましてしまうとスポンジの生地が下の部分だけギュッとしてしまうので、全体がふわっとした仕上がりになりにくくなってしまいます。これをですね、逆さにして冷ましていただくことで全体がふわふわで美味しいスポンジケーキに仕上がります。あとはですね、生クリームとフルーツをサンドするだけなのでとても簡単に作ることができます。今回私はですね、ホーローのバットでスポンジを作って、そしてそのままホーローのバットで作ったんですが、耐熱の容器だったら何でも大丈夫なので、お家にあるもので作ってみてください。もしこういったね、耐熱で使えるような容器がない場合は、普通の丸いケーキ型でスポンジだけ作っていただいて、あとはですね、そのスポンジを適当な大きさに切って少し深めの容器に敷き詰めて作っていただいても OK です。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はフルーツスコップケーキを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こ
こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。